皆さんこんにちは。お出かけわんこ時々にゃんこチャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は三つ葉にスポットを当てた動画となります。三つ葉の魅力が伝わるよう野良猫時代のこと、家猫になってからのことをお話しさせていただきたいなと思います。特に三つ葉は保護するのに時間がかかり、そのあたりの詳細なお話もできたらなと思います。よろしければ最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは始めさせていただきます。で、次に三つ葉のプロフィールですけれども、名前は三つ葉で、年齢は推定9ヶ月ですね。で、性別は女の子で、毛色はミケですね。三毛猫ちゃんです。で、特徴は、名前の由来でもあるんですけれども、背中に、葉っぱ、広葉樹っぽい葉っぱのような柄が、あのー当時は野良猫の時はあったんです。今はちょっとふっくらしちゃって、ちょっと葉っぱ、ボテッとした葉っぱっぽい感じではあるんですけれども、一応その3つの葉っぱ模様にちなんで三つ葉っていう風に名付けました。次に三つ葉の野良猫時代なんですけれども、三つ葉はですね、本当に賢かったですね。もう捕獲器とかも見抜かれてましたし、もうこちらのなんか行動をもう見抜かれてましたね。そのぐらいなんかもう賢いにゃんこでしたね。で、次に、もう冷静沈着。なんか焦ることもなく、例えば私がドアから庭に出た時に、他のにゃんことかバーッと逃げるんですけど、三つ葉はなんか後ずさりしつつ、距離感をとってみたいな感じで、すごい冷静な子でしたね。で、これはもう警戒心が強くて、ご飯とか準備したりとか、庭に出て行ったりして、私がですね、行った時も、もうとにかく本当に一番もう後方から様子を見てるんですよ。で、こっちの行動をずーっと観察していて、で、ご飯とかも後ろから、で、私が家の中にご飯を置いて、家の中に入ったのを確認してから、食べに来るみたいな感じで、すごい警戒心が強かったですね。で、もう上品、もう食べ方が上品ですし、おっちんしてる、座ってる時も、なんかもうモデルみたいな感じで、もうシュッとしてる感じで、なんかもう上品さが滲み出てるというか、もう子猫たちの中でももう際立ってなんか上品さが出てましたね、三つ葉は。で、これは警戒心が解ければですね、もう最後三つ葉を保護する直前ぐらいですね、もう本当に人懐っこかったですね、警戒心が解ければ。もう本当に網戸一枚隔てて、座ってくるような感じで、もう最後の最後はもう家の中まで入ってくるような、そういった感じで、もう慣れればすごい人懐っこい子だなっていう風に思います。で、強いですね。冷静、賢いくて、さらに強いと。もう自分のご飯に手を出すものなら、もう猫パンチ食らわすみたいな感じで、な蜜は食べるのが遅いんですよね。ちょっと遅めで。で、残ったら、野良猫で当時はみやびとか、大福とかが、三つ葉のご飯を取り分をちょっと手を出そうとすると、2人ともパシパシって殴られて、なんか三つ葉の両サイドでなんかしょげてるみたいな、そんな感じの一幕もありましたね。それぐらいなんか、強いにゃんこでしたね、三つ葉は。で、次にですね、三つ葉の保護失敗ということで、えっと前日とですね、過去の動画でもお話しさせていただいた通りですね、三つ葉は本当にとても賢くて、捕獲器には、一切
近寄ってこなかったんですね。で、何度か捕獲器で挑戦してみたんですけど、全く近寄らないんで、まあこれはどうしたもんかなと思いまして、まあいろいろ考えた結果ですね、キャリーケースを、まあキャリーケースに見えないように、まあ、カムフラージュして、まあ、自作のちょっと罠を作ってみたんです。で、それがですね、なんとうまくいって、ミツバがその自作のキャリーケースの中に入ってくれたんで、私はこう、扉をすぐに閉めたんです。でもそのキャリーケースって、扉を閉めるんですけど、完全には閉まらないんですよ。指で、なんていうんですかね、今ここに出しますけれども、あの、その扉の両サイドに、なんていうんですかね、こう、つまむと、その両サイドの棒が、こう、なんていうんですか、縮んで、それで蓋を閉めて、その手を離すと、その棒が戻って、で、扉が閉まるっていう、仕組みになってまして、で、手で押さえてたんですけども、その扉を閉めるのに、手を持ち替えたんですね。で、その持ち替えた時に、扉の、なんていうんですかね、軸側っていうんですか、もうすでに、まあ、要は、蝶側というか、扉の支点となる方ですよね。そちらの方を手で押さえたら、そのキャリーケース、扉が開いていくっていうような、仕様じゃないんですけど、そういうもうなんか設計になってて、まあ、この動画見てもらうとわかるんですけど、パッカーンって開いてですね、そのままミツバが逃げてったっていう、それで、取り逃がしてしまったということで、まあ、私のミスで、まあ、失敗に終わってしまったっていうことなんですよね。で、それからですね、ミツバはもうお庭に来なくなっちゃいました。で、ミツバが、お庭を去っていってしまってですね、まあ、こっからまたミツバの保護再挑戦ということで、まあ、失敗はしたんですけれども、まあ、諦めずにちょっとまた頑張ろうと思いまして、まあ、そう思ってたらですね、なんとミツバが2日後にお庭に戻ってきました。まあおそらくお腹空いてたんやと思うんですけれども、まあね、やはり1回捕まえようとしてますので、かなり警戒されてですね、一応ご飯を出して食べるんですけども、まあ、こうご飯をペッと食べて離れるみたいな、こうヒットアンダーウェイみたいな、そんな感じで、ちょっと警戒されつつご飯を食べるみたいな。まあ、感じで、まあ、よそよそしい感じですよね。またこいつ捕まえるんちゃうかみたいな感じですよ。で、まあ、そこでちょっともうこうなったらちょっとプロの人に助言をいただきたいなと思いまして、ちょうど猫から目線さんっていうですね、あの保護猫活動や、保護猫を活動をしている人の、まあ、こうお手伝いをしてくれるような方々なんですけれども、猫から目線さんに、まあ、アドバイスをいただいて、外ではなくて、家の中にこう、入ってきてもらって、で、まあ、慣れさせてですね、で、家の中で捕獲するという方法でした。もうこれ聞いた時は、嘘、そんなことできんのみたいな感じだったんですけど、まあ、いろいろお話を聞いて、で、まあ、それからですね、あの家にいる時はですね、もう常にこの吐き出しのドアのところ、よく私のショート動画とかで出てた、ガラスのドアですね。あそこの前に座って、まあ、三つ葉をだんだんこう寄せてきてですね。で、三つ葉に見えるようにずっと座って、で、だんだん三つ葉が近寄ってき始めて、で、それをずっと続けて、ある程度、逃げなくなったら、今度は網戸に
1枚に切り替えてみたいな感じで、もう休みの日なんかも朝から晩まで三つ葉がいる時はもうずーっと座って常にこう三つ葉といる状況をもう作りました。もう何もやることないんですけど、ただ座ってもう常に三つ葉を見たりとか、こうなんていうんですかね、声掛けじゃないですけど、そういう感じでもうずっと三つ葉といるようにしてました。これがあって、三つ葉がもう警戒心をまた再度こう解いてくれて、で実際には最終的にはこう家の中まで入ってくるようになってくれたということです。で三つ葉の保護、いよいよ保護ということで、前のページでも少し触れたんですけれども、約期間としては3週間ほどもう毎日もう三つ葉と一緒にいることで、とうとう家の中でご飯を食べるまでになってくれました。で、数日間ですね、家の中でご飯を食べるのを続けてもらって、で、いよいよ2024年10月26日 D デーですね。三つ葉を、我が家のリビングで無事保護しました。その時に猫から目線さんも手伝っていただいて、で私の捕獲器は色がこう金属、金属なんですけども、鉄の本当にクロームの銀色の捕獲器なんですけども、猫から目線さんの捕獲器はもう色が黒くてですね、でさらにリモコンで扉を閉めることが好きなタイミングで扉を閉めることができるという優れものでして、そちらの方で無事三つ葉を保護しました。もう三つ葉を保護できた時はもう安堵と、今までのこの道のりというか、もう毎日座って途中風邪なんかひいたりしても大風邪ひいちゃいまして、風呂上がりとかも結構涼しくなってきてたんで、風邪ひいたりとかもう頑張ったことを思い出すとちょっとこううるっときましたね。もう本当に嬉しかったですね、三つ葉を保護した時は。で次に三つ葉の性格なんですけども、家猫になってからの性格ですね。どういう風になったのかっていうことなんですけど、これは前述通り賢い。もうこの賢さは家猫になってももう賢いですね。で次上品、未だに上品ですね。座ってる時も上品、ご飯食べる時も上品、なんか休憩してる時も上品で、あとよく窓の外を覗いてますね。物思いにふけてるというか、めちゃくちゃ可愛いんですよそれが。はい。ですごい適応能力がもう本当にね高いです。三つ葉賢いから来てると思うんですけど、三つ葉って家猫になって家保護してうちに来て1週間でほぼもう家猫になりました。もうほぼほぼ1週間で、2週間で多分もう一緒に寝ましたね、ベッドで。もうとにかくシャーは1、2回ぐらいシャーって言われて引っかかれたことはないですね、一度も。でもとにかくもう適応能力が高い、何にしてもワンコともすぐ慣れますし、すごいその能力はやっぱり三つ葉は群を抜いてますね、他の子と比べて。でこれもねちょっと家猫になってからもびっくりしたんですけども、好奇心旺盛で、いたずらするわ、もう物は壊すわ、もうとにかく気になったもんは触り倒したり、もう落としたり噛んだり噛みついたりとか引っかいたりとか、もう暴れん坊ですね。びっくりしました。今まで結構上品な感じでは、上品は上品なんですけど、好奇心旺盛ですね。もう目にしたもんもう触り倒しはも
いたずらしたオスはでも、はい。まあ次はこれに通じるんですけども、まあもうおてんば娘ですね。もうにゃんこプロレスからもう、運動会から今までは琥珀始まりだったんですけど、琥珀なんか虚勢手術したらえらいおとなしくなっちゃって、まあ暴れる時は暴れるんですけど、まあおとなしくなってですね、それで三つ葉が最近はもう三つ葉始まりですね。運動会にゃんこプロレスから、ね、もう全て三つ葉が始めて他の子が巻き込まれるみたいな、そんな感じですね。はい。で、まあさっきもちょっと話したんですけど、まあ破壊者ですね。まあ物を壊す。もう気になるもんがあったらもう壊すわ、もう噛むわ、引っかくわでもう、まあ破壊者ですね。まあまあ全てひっくるめて、まあ可愛いですね、本当に。で、最後に、現在の、三つ葉なんですけれども、あのー体が結構大きくなりまして、体重も約 2.3kg ですかね。はい、結構もう大きくなりました。本当にショート動画最初の頃に出してた頃よりもかなりもうしっかりしてまあ成猫っていう感じですね。もうほぼほぼでもう完璧にね慣れてます。もう攻撃することはもうないですね。もう本当に家猫、完全に三つ葉はもう完全に家猫と言えます。はい。もう安心しいたずらっ子なんでその辺は安心できないですけど、家猫としてはもう安心してますね。で今は基本的にはケージですずちゃんとかと家族で一応生活はしてるんです。外出してても全然問題はないんですけれども、で夜とか時間ある時、あとトイレ掃除してる時は運動のために夜ケージの外へ出しています。で、唯一放し飼いにしてもまあまあ問題ないかなというところなんですけど、もう家の改築工事、キャットウォークつけたり落下防止のネットとかがもうつくので、もう一斉にみんな放し飼いにはする予定にはなってるんですけども、それぐらい三つ葉はもう安心してますね。で家猫になって以降ですね、本当におてんば娘に拍車がかかりまして、今は一番のあれですかね、いたずらっ子ですかね。はい。それが可愛いんですけれども、元気なのが本当に何よりというところで、はい。今日は三つ葉についてお話をさせていただきました。で、本日の動画は以上となります。今後もこのチャンネルではすーちゃん家族の成長する姿の動画をアップしてまいります。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。